皆さんこんにちは、かなもです。今回はこのセリアのスタンプを使いまして、こんな感じのお花のスタンプを使った切手を作ってみました。2色や3色使ってスタンプを押して作ってますので、よろしければ見ていってください。作る上でこのテンプレートをまず作りました。持ってる切手のスタンプをまず押して、こういう風に押してちょっとずつサイズ変えたやつを作りました。これにマスキングテープを貼っただけの簡単なテンプレートなんですが、やっぱテンプレート作っておくと便利なので、こうやってこのスタンプ合うかなっていう、この中に入るかなっていうのも見やすいかなと思いました。こうやってねチェックしてからどのスタンプを使おうかなっていう感じで選んでおります。で、必要になってくるのがテンプレートの次にこの綿棒ですね。なるべく細めのベビー綿棒がいいかなと、もっと細いやつでもいいと思います。で、ギザギザバサミですね。私のやつは山形じゃなく波型で、表側普通に使うとこうモコモコしたやつになるんですけど、反対にひっくり返して使うとなみなみギザギザって感じになるので、こっちのギザギザの方の面を使います。で、まずこのテンプレートを紙の上に貼り付けて固定します。はい。で、こちらのスタンプをまず最初に使っていこうと思います。背景はこのバンドルセージで塗っていこうと思います。で、このスティックパフお化粧用なんですけど、すごくこれ使いやすくて良かったです。セリアで買ったと思います。これでトン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 と、この境目のところ特にしっかり押した方がくっきりと、この境目のところをしっかり塗っていきます。はい。で、スタンプに色を押していきます。今回はこの2色、バーサクラフトのベビーブルーとそら豆のあやめ色を使っていきます。まず最初にバーサクラフトのベビーブルーでお花全体をポンポンポンと押していきます。で、このお花もやっぱちょっと色の陰影を作った方がいい感じになるかなと思ったので、今回は2色ベイビーブルーとあやめ色の方が濃いので、先にベイビーブルーを押してからあやめ色はほんとツンツンツンと押しております。今回ちょっとねこれやりすぎちゃったんですよね。もうちょっと少なくてもよかったと思います。で、こう葉っぱの部分はバーサクラフトのパインを使ってます。これ結構葉っぱにいい色かなと思ってて、で、こういう小さいラバースタンプに何色も押すってなると、こういうそら豆とかバーサクラフトとかの小さめのスタンプの方がやっぱり色が分けやすいので、今回はこれを使っております。はい。まずパインで葉っぱの部分全体に色をつけて、その上からそら豆の千歳緑でちょっとだけツンツンツンと、部分的にツンツンとやってるんですが、すいません、見えてません。こんな感じで少し色ムラわかるかなと思います。で、この押す時すっごい真横から見て位置大丈夫かなというのを確認して押してます。で、テンプレートがあるので少し段差ができてるので、なるべく横グイグイやらないと横かすれやすいので、結構上下左右グイグイやって押しました。で、まず一発目こんな感じです。はい。で、このお花の下の部分何回かこれ作ったんですけど、お花の下の部分のあたり、葉っぱと近い部分のお花の部分は結構かすれやすくて、だいたいこんな感じになるんですけど、で、こっからがちょっと必殺技を使います。ごまかしの必殺技なんですけれども、この綿棒でツン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 と、これベビーブルーですね。まずちょっと
ベビーブルー足りなかったので、でツンツンツンと足りないところにインクをのせて、で次あやめも綿棒で少しずつツンツンツンと置いていきます。特にお花と葉っぱの境目のところがちょっと薄かったので、そこをツンと置きました。全体に様子見ながらバランスを見てツンツン押していきます。で綿棒でこのツンと置いたところをちょっとぼかしていきます。これは本当様子見て、でちょっとつきすぎちゃう場合は使ってない方の綿棒にひっくり返したりして、様子見ながらツンってやったりぼかしたりをやっていきます。でだいたいいい感じになってきたかなと思います。で足りないなと思ったところ、この横の角のところはかすれやすいので、様子見て足したりするといいと思います。でこの葉っぱのところもちょっと欲しいなということで、このパインも綿棒でかなり狭いとこなので、垂直に立てて押すとあんまり広範囲にならないので、垂直に立ててツンツンツンと、いいんじゃないでしょうか。だいたいこんな感じですね。次はこのビクトリアンベルベットで背景部分を色つけていきます。またこれもパフでトントントンと押していってます。真ん中を結構今回は残しました。でこれですね、これはお花の線の部分は黒っぽいので押したくて、で中のお花の部分後で色またつけようと思ったので、こすってもにじんでこない油性のインクの方にした方が後で色足しても大丈夫かなと思ったので、バーサファインクレアを使いました。で余分なとこは拭き取って、葉っぱの部分をまたパインで、バーサクラフトのパインで葉っぱ塗りました。また千歳緑で濃くしたい部分を、このお花と葉っぱの境界線のちょうど重なるところは濃くなると思うので、千歳緑で押してます。では押します。また真横からしっかりと場所確認して、上下左右ぐいぐいやってます。こんな感じです。で葉っぱの部分のとこだけまずぐいぐいぐいとぼかしてます。この押してすぐだとすぐ綿棒でこすれば周辺が少しうっすらインク伸びるので、今回はこの葉っぱ色伸ばして着色してます。で後で乾いてから中のお花色少しつけるので、ちょっと乾かしといて3つ目を作っていきます。で3つ目はこのローズですね。私個人的にはこのローズのスタンプ今回使ってみて、色を分けて塗るのにすごくいいなと思ったのはこのローズのスタンプでした。で一色だとこんな感じになるんですけど、もう全然変わるので、このスタンプのこの葉っぱの近くにすごく細い線があるんですけど、最初に花の色をつけてから後で緑で葉っぱの部分とか茎の部分を色つけるのかなり難しいので、今回は先に緑系で葉っぱと茎の部分つけてから、余分についてしまったお花のところを拭き取りまして、ぐいぐい拭き取っております。で小さいつぼみもあるんですよね。このつぼみも赤で塗りたいので、つぼみも気をつけて拭き取ってます。で私的にはこのローズのスタンプをしっかりと作りたかったので、かなり力が
入っております。結構ね丁寧に何回もつけたり拭き取ったりしてます。はい、お花に使ったのはコキですね。そら豆のコキを使って花の部分をつけてます。今回のこのバラはコキだけですね、赤い部分は。で葉っぱのところはまた千歳緑で部分的にツンツンとやってるんですけど、すいません見えてなくてツンツンとやっております。もうすごい真剣になっちゃってるのでカメラにあんまり映ってないんですけど、はい。でもう一回コキヒで上からお花塗ってます。はい、塗り終わりましたね。押していきます。はい、はい、これまた上下左右に気をつけて押してます。はい、こんな感じになります。ですぐもう乾く前に綿棒で葉っぱの部分ぼかします。この白い部分ができる空間が空いてる部分は綿棒で少し伸ばして薄く緑になるので、これがいい感じの色ムラになって陰影になるので、すごくこのちょうどいい具合の白加減といいますか。でこのお花の部分もこの線からはみ出さないようにお花の部分綿棒で伸ばして色をうっすらしかつかないんですがやっています。これはこの水溶性顔料インクだと結構伸びてくれるので、染料インクとか油性のインクだとあんまりやっても伸びなかったんですけど、そら豆とかバーサクラフトは押してすぐだと伸びるので、その作用を活用してこうやって伸ばしていってます。はい。で2個目に押したお花がもう乾いてるので、このお花にアートニックのオールドローズをつけていきます。また綿棒でツンツンツンと色をまずはツンツンさせて後から伸ばすという感じですね。これはもう自分のいい具合に、あんまりねやりすぎ注意かなと、程よく白いの残ってるのがまたいい感じがするので、でコキヒもちょっと使います。ピンクだけだとちょっとなんかパキッとしないなという感じがあったので、部分的にコキヒもツンツンさせるとちょっと締まるかなと思って、はい、こんな感じですね。ツンツンツンとやってから伸ばします。この伸ばす時にさっき言ってた水溶性顔料インクの方のインクだと黒い線の部分も色伸びちゃって、ピンクとか赤と線の色が混ざっちゃって濁ってしまうので、それでこのスタンプの線の部分に使ったスタンプは油性のを使ってます。はい、こんな感じですね。いい感じに色つけれたかなと思います。はい、気の済むまで伸ばして、はい。でこの花と葉っぱの重なってる部分が薄いのがちょっと気になってしまったので、千歳緑でこの境目のところツンツンして色のせていきます。ちょうどこういうところって影になって濃くなる部分なので、はい、こんな感じかなと。あんまりやりすぎ注意ですが、あと値段、一応切手の値段をつけます。一応この境界線の線も押しました。
テンプレートを外すとこんな感じです。なかなかいい感じなんじゃないでしょうか。はい、次は切り取っていきます。まずはカットしやすいサイズに切って、でギザギザバサミでカットしていきます。でなるべく1ミリ残す気持ちでカットしてるんですけど、不安な方はカットする時線を引いた方が確実かなとは思うんですけど、ちょっと線を引くのもちょっとめんどくさくなってしまって、そのままカットしてます。こんな感じですね。やっぱギザギザに切ると切手っぽくなってきましたね。はい、こんな感じです。なるべく慎重に1ミリ残す感じで、バラの方は背景を塗ってないのでちょっとね難しかったです。分かりにくいというか。はい、カットしました。はい、で今回はティム・ホルツさんのインクのヴィンテージフォトでヴィンテージ加工していこうと思っております。はい、パフでやっていくんですけど、この耳の部分からやっていくのが安全かなと思いました。この端の部分って結構濃くなる場所なので、はい、で他のところで一回様子を見てから全体に塗ってってます。もうやっぱりこれをやると一気にヴィンテージ感が出るので、この時が一番楽しいかもしれませんなんかなってきたーって感じの喜びになっていきますね。追加で耳の部分追加してます。はい、こんな感じです。このピンクの方も耳からやっていきます。このビクトリアンベルベットの色もヴィンテージフォト上から重ねるとすごくヴィンテージなピンクになってすごく気に入ってますね。はい、こんな感じです。結構やってますね。はい、でバラのやつですね。バラのやつもこれを塗ると一気にヴィンテージ感が出ます。でちょっと頭の方の部分が大きかったので少し訂正してます。はい、できました。こんな感じですね。ちょっとやりすぎちゃったかなと、塗りすぎちゃったかなとも思うんですけど、意外となんかね、白い紙がベースにあると塗りすぎ感があるんですが、割と大丈夫でした。すごくヴィンテージ感のある切手が作れたかなと思います。結構この3種類気に入ってるんですよね、私は。3つとも結構好きで、いい感じなんじゃないでしょうか。こんな感じです。このお花はなんてお花なのか、私ちょっとお花の名前がね詳しくないのでバラ以外ちょっとねわかんないんですけど、こんな感じになりました。で私の切手を入れている木箱のケースがあってですね、あんまり切手のスタンプそんなに持ってないから種類多くはないんですけど、この下の段をカラーのコーナーにしました。はい、で何回か作ったやつも一緒に置いてみました。こんな感じになりました。いかがでしたでしょうか。よければ作ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。